皆さんこんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日はオーストリアのニュースを3件まとめてお届けするのだ。その前に豆知識なのだ。オーストリア。で英語のオーストリアから来たっぽく見えるけど、ドイツ語ではエスターライヒ、つまり東の国って意味なのだ。もともとは東方の国境地帯を指した古い呼び名オスタリーヒに由来するとされているのだ。それじゃあ早速、一押しの一つ目のニュースなのだ。フランスの女優ブリジット・バルドーが死去なのだ。1950年代から60年代のフランス映画を代表するスターが2025年12月28日、トロペで91歳で亡くなったのだ。映画で世界的な存在になった一方、引退後は動物保護に尽力しつつ、発言でも賛否を呼んだ人物なのだ。この訃報で、戦後ヨーロッパ映画史の大きな一章が幕を閉じたのだ。オーストリアは中央ヨーロッパにあり、首都はウィーンなのだ。かつてハプスブルク帝国の中心で、今は連邦制の議会制共和国なのだ。人口は約900万人で、観光や機械、科学、金融が主要産業なのだ。クラシック音楽やカフェ文化、アルプスの自然が魅力なのだ。近年は観光の持続可能性やエネルギー転換が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。フランスの女優ブリジット・バルドーが死去という記事なのだ。フランスの女優ブリジット・バルドーが2025年12月28日、トロペで91歳で亡くなったのだ。1950、60年代のフランス映画を代表するスターで、そして神は女を創造したヤゴダールの軽蔑などで世界的なセックスシンボルになったのだ。1934年パリ生まれ、15歳で雑誌 ELLE の表紙を飾り映画界入りしたのだ。1973年に女優業を引退してからは、巨額の資材を投じて動物保護活動に専念した一方、極右ルペン会の支持や移民、イスラム批判発言でたびたび有罪判決を受けるなど、評価の分かれる存在でもあったのだ。彼女の死で、戦後ヨーロッパ映画史の大きな一章が幕を閉じたのだ。二つ目のニュースなのだ。子供が持つ権利と、親がそれをどう扱うべきか、という記事なのだ。この記事は、オーストリアで子供の養育費がどう決まるかを解説しているのだ。親は一緒に暮らせば世話で、別居ならお金で子供を支える義務があり、足りなければ祖父母も払うことがあるのだ。金額は親が、実際に、または本来稼げるはずの収入、と子供の年齢で決まり、0、6歳 16%、6、10歳 18%、週、15歳 20%、15歳以上 22% が目安なのだ。あまりに高額になりすぎないよう、贅沢、プレイボーイ協会もあり、通常必要額のに 2.5 倍までとされるが、物価の高い米国留学などでは月3000ユーロも認められた例があるのだ。子供が自立できるまで、真面目に勉強や職業訓練を続けている限り、親は支払わなければならず、親が自分の勉強を理由に逃げることもほぼできないのだ。特別な才能や医療費には、特別需要として追加負担があり、裕福なら高額な馬術や音楽教育も求められる一方、スキー学校などは通常の養育費に含まれるとされるのだ。面会を強制することはできないが、養育費の支払いは裁判所と国家が強制でき、未払い分は国が立て替えてから親に請求する仕組みになっているのだ。三つ目のニュースなのだ。欧州連合、より大きく、より早く、より苦難に耐えてきた、という記事なのだ。この記事は、記者ミハエル・ラチンスキさんが、2000年から2025年までのヨーロッパ連合の変化を振り返ったものなのだ。EU は当初15カ国から今は27カ国に拡大し、ユーロも世界の準備通貨として定着したのだ。金融危機、難民危機、コロナ危機、
そして2022年のプーチン大統領によるウクライナ侵攻を通じて EU は本来のゆっくり合意形成する仕組みから数日から数ヶ月で巨額支援や制裁を決める危機対応型へと変わったのだ。しかしトランプ氏のアメリカや習近平氏の中国、ロシアに囲まれた今、EU はもはや友好的な環境にはなく、今後25年を生き残るにはもっと素早く自己主張が強く、時に利己的になる必要があると結論付けているのだ。澄んだもん、オーストリアの魅力と課題、アルドーさんの奇跡、子供の権利や EU の変化、未来をみんなで守るなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。